こんにちは。今回はスワン糸を使ってこういう形の、大きな雪の結晶を作っていきたいと思います。こちらの編み方の方は2年前にこういう雪の結晶を作っているんですけれど、それのここからここへもう一個大きなピコットを作ってつないでいっているっていう編み方になります。こういう形でアレンジをされてもいいかなと思います。一つピコットを増やしていますので、ここのダブルステッチの目数を1目減らしています。また後でね、編み図の方で説明していきます。でこれがスワン糸で作ったものです。そして同じ編み方をこれはレース糸の40番を使ったらこんな感じです。でこちらの方はレース糸の20番を使ったらこのぐらいになります。小さいのは小さいでとても可愛らしいと思いますので、何かのポイントとして使われてもいいかなと思います。編み目の方はね見にくいと思いますので、こちら大きい方で編んだものを参考にしてください。こちらの編み方を説明していきます。材料です。今回はスワン糸で編んでいきます。スワン糸のこちらホワイト真っ白ですね、こちらの方で編んでいこうと思います。もしかしたら見にくいかもしれないんですけれど、白い方がね雪の結晶らしいかなと思いますので、こちら白で編んでいきます。そして、針なんですけれど、専用の針がねなかなか手に入らないので、こちらの方は、ちょっと私が加工した、針なんですけれど、刺し針っていうね針なんですね。それはこう伝票を閉じたりする時の針で、先がすごく尖ってて痛い針なんですね。それを針先をカットしてヤスリをかけて丸めて痛くないようにした針なんですね。でこちらの針を使う、または、こちらこれは閉じ針ですね。毛糸を糸始末する時の閉じ針、こちらダイソーさんで購入したセットの中のこの一番長いやつですね。この分、こちらの方を使ってもいいと思います。こういう長めのものが手に入ると編みやすいと思うんですけれど、閉じ針でも十分編めますので、閉じ針で編んでいこうかなと思います。今回はつなぎのピコットを作らないで編んでいくんですけれど、編み目に、かぎ針を入れてこう糸を引き出してくる時に使う、これはかぎ針の2号ですけれど、こういうね編んだこの目に入るかぎ針でしたら大丈夫です。あまり細いレース針とかはこの糸をね引っ掛けてしまいますので、やりにくいかなと思います。2号とか3号とか4号とかね、そのぐらいでいいと思います。そしてマーカーをご用意ください。そしたら編み図で説明していきます。今回ねこういう形で編み図を起こしてみました。2年前に編んだのはここの部分がないパターンですね。実際に編んでるのがこういう形ね。で今回はここの部分に、長めのピコットを作って、それをつないでいくっていう形にして、輪郭っていうんですかね、周りが入るとこんな感じになります。ちょっと豪華になりますよね。少しね目数の方を変えているんですけれど、ほぼこちらとね同じ編み方になります。編み図の方はこうピコットのマークを変えているんですけれど、レース糸で編む場合はこのピコットを作ってください。そしてスワン糸で編む場合はここのピコットを作ると、ピコット分がなんとなくこうもさもさする感じがしましたので、今回はピコットなしで編んでいきます。2年前はピコットを作って編んでいますので、ピコットを作りながら編んでも大丈夫なんですけれど、こういう方法もあるということで、今回は、つなぎのピコットを作らずに編んでいきます。ここのピコットを作らないで編んでいきますので、ここからここまでこの2とこの5を足して7目、ダブルステッチを編むことになります。そして長いピコットを編みます。長いピコットですね。これの長さの方、目安としては折りたたんだら2センチになりますね。半分に折ったら2センチ、そのままでしたら4センチぐらいの、ピコットを一つ作ります。ピコットを作ったらダブルステッチが一つできていますので、そのままで次のピコットを作ります。次のピコットは1.5 ぐらいですね。そしてここのピコットはもう少し長め、3センチぐらいのピコット、そしてこれとこれとは同じぐらい 1.5、 そして次のピコットはまた長めのピコットを作る。そしてダブルステッチをここからここまでいきますので、7
ダブルステッチを編みます。はい、ピコットを作りませんので、続けて斜めダブルステッチを編んで、これをリングにします。輪っかにすることをリングにするというふうに言います。そして、この黒い点々を描いてるんですけれど、どうしても糸がね緩んできますので、一つ結び目を作りながら、はい、編んでいきます。はい、2番目に行きます。はい、ダブルステッチを2編んだら、ここをつなぐんですけれど、ピコットを作っていないので、このダブルステッチの2目目、そこの目につないでいきます。はい、ちょうどピコットを作ったところと同じ目になるんですけれど、はい、かぎ針がねすっと入りますので、編み目の方に入れてつないでいきます。次5ダブルステッチを編んで、1番目に編んだ長いピコットですね、これとつなぎます。かぎ針をピコットの中に入れて糸を取ってきて、はい、こちらの、とじ針ですね、とじ針の方に移してっていうやり方をしてつなぎます。はい、つないで、さらに1つダブルステッチを編みます。ここを編み忘れしやすいので、この目はねきちんと1編みますね。はい、そしたら次はピコットを1つ編みます。ピコットを作ったら1つ編み目ができていますので、そのまま次のピコット、そしてダブルステッチを1、はい、そのままで、次のピコットを編んでダブルステッチができていますので、またここで長いピコットを作ります。長いピコットを作ったら、こちらはもう一気にいってしまいますので、5と2の7ダブルステッチを編んで、そしてリングにする、はい、2番と同じ編み方を3番4番5番ここまで編んでいきます。はい、最後6番目ですね。6番目はこの手がここにあってここにあってね、こちら側とこちら側とをつなぐっていう編み方になりますので、この部分とは少し変わってきます。はい、2ダブルステッチを編んだら、はい、5番目の2目目の目に入れますね。そしてつなぎます。はい、そして5ダブルステッチを編んだら長いピコットとここもつなぎます。はい、そして1目、ダブルステッチを編んだらピコット、はい、ダブルステッチ1ピコットダブルステッチピコットダブルステッチ、はい、このダブルステッチはもう自動的にできていますので、ピコットを編んでいけばこんな感じになります。はい、そしてここの、はい、1番のピコットですね。1番は両方に手が出ていますので、この、はい、ピコットとつなぎますね。ここは5ダブルステッチを編んでこことつなぎます。ここピコットありませんので、はい、2目目のダブルステッチのところに入れて、はい、つなぎますね。さらにダブルステッチを2編んでリングにします。一つ結び目を作ってから1番で結んだこの辺りですね、ここの辺りに表から裏に針を入れて、そして裏側で結んで仕上げるっていう形になります。この図を表にしたのがこんな感じになります。スワン糸で作る場合ですね、とじ針を使って糸端は最初60センチ取った状態にして、今説明した部分を、文字でね表しています。はい、こんな感じで編んでいきます。はい、針に糸を通します。糸の通し方は、毛糸を通すようにこういう風に2つ折りにして通すんではなくって、はい、指の腹の上ですね、針穴にこう沿わせるようにして左右に揺すってあげると、この穴からこう出てきますので、こういう形で通します。はい、端から60センチほどのところを、はい、押さえて、そこに針を乗せます。はい、糸端の方は20センチぐらいあればいいかなと思います。はい、ここへ乗せますね。60センチの位置のところにこのように乗せます。ダブルステッチを編んでいきます。はい、糸を軽く握って人差し指にこのように引っ掛けます。引っ掛けた糸を下からこのようにすくいます。はい、これがダブルステッチの半分になります。ダブルステッチなので表側と裏側で1目っていう形になります。はい、今表目を編みましたので、今度は裏です。人差し指の後ろからこのように引っ掛けて、はい、下からすくって指を離して目を閉めます。はい、これがダブルステッチになります。はい、ダブルステッチを斜め編んでいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7ですね。はい、はい、目の数え方はこの手前にできているポコポコしたものを数えていきます。1、2、3、4、5、6、7ですね。はい、斜めダブルステッチを編んだら続けてピコットを編んでいきます。こ
このね針先にずっとね編み目が溜まっていきますので、こういう形にして後ろへこう押し出すようにして、針先をなるべくたくさん出すようにして作っていきます。はい、次ピコットを編みますけれど、ここのピコットが長い大きなピコットです。ここからここまでを、約4センチぐらい欲しいんですけれど、針先がね短くなってやりにくいようでしたら、軽くダブルステッチを編んでおいて、そして2つに折ってこの幅を2センチにすればいいと思います。今まだね2センチないので、この目をこう引っ張ってあげて、こちらの方からね寄せてきて、今でしたら目がまだね動きますので、こういう風にして2センチぐらいあるようにします。ちょっと長すぎたかな。よいしょ。こんな感じですね。1.5 ぐらいのピコットを作ります。ここからここまでね、大体でいいんですけどね。こんな感じ。そしてキュッと締めたらここに輪っかができますので、これがピコットですね。次3センチぐらいのピコットを作ります。こんな感じですね。で次はこのピコットと同じぐらい、1.5 ぐらいのピコット、こんな感じですね。一番長いピコット、そしてこのピコットとこのピコットが一緒ぐらい、そしてこれとこれの間ぐらいですね。もう少し長いのをこのようにします。次またね長いピコットを作りますので、糸を下の方へずっとね送り出していきます。またここは長いピコットが必要ですので、こういう風に軽くダブルステッチを作って、そして調節をしていったらいいと思います。こうね、目を緩めて締めてっていう風にして、このピコットの長さを約2センチぐらいにします。こんな感じですね。次はダブルステッチを7編みます。ピコットを作ったら1目できていますので、残り6目編んでいきます。これが2になりますね。3、4、5、6、7ですね。このねプクプクしたものを数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、ダブルステッチを7目編んできました。これだけ編んだら、これを、輪っかにしますね。リングにしていきます。ずっと糸をね下の方へ押しやりながら糸を抜いていきます。全部抜いてしまわずに、ここね輪っかになった状態にします。そして下からこのように針を入れて、引っ掛けますね。それでずっと引っ張っていって、目を締めていったらこんな感じで、輪っかができます。キュッと締めて、そして編み目の方を整えますね。この目が大きくなっていますので、ちょっと引っ張ってあげて締めます。そしたらこの輪っかが緩んでこないように結び目を作ります。こちら側の糸をこの左の糸の上にこのように乗せて交差させますね。そして下から針を入れてすくいます。そしてこちら側をくっと引っ張って、こうですね、くるんとなりますので、でこちらが引っかかっているような状態にして結び目を作ります。こういう風にすると、この輪っかの中にこちらの糸がずっと入っていますので、こう引っ張ったらこの輪がね動きます。穴のね調節ができますので、このようにします。そしたら2番目に行きます。針をここに当てるんですけれど、次入れる目が分かりにくいと思いますね。これが7目目ですよね。これが6目目で、向こう側にある目1、2、その向こう側にある目、ここですね。この裏にある目ですね。これが7目目の裏の目ですね。そしてこれが6目目の裏側の目ですね。ここに印をつけておきます。そしたら2番目に行きます。針をここのギリギリのところに当ててダブルステッチを2目編みます。1、2ですね。2編んだら、この今印をつけた目とつなぎますので、かぎ針の方を、用意しますね。この目を外してここに、そして糸を引っ
掛けてそのままでとじ針の方に移します。糸が外れないようにこのように押さえて整えますね。次は、ダブルステッチを5目編んでいきます。はい、この目は1目と数えませんのでそのままで5目編んでいきます。1、2、3、4、5。はい、これが引っ掛けた糸ですね。そして12345と編んできました。そしたら長いピコットのところに行きますのでこれとつなぎます。ピコットの中に針を入れて糸を引っ掛けてきてとじ針の方に移します。はい、ここがね短くなってくるとやりにくいですのでなるべくたくさん針が出るように後ろへこう目をねずらせていきながら編んでいきます。はい、糸を引っ掛けました。そしたら次はピコットになりますので目をねこう下げておきます。抜いてしまうとまたやりにくくなりますので、はい、3目ぐらいは常にかかっている状態にした方がいいと思います。まずダブルステッチを1回編みます。はい、この位置を忘れないようにします。1番ではこの長いピコットを最初に編みましたけれど、はい、ここからはこの3目のピコットから始めていきます。ダブルステッチを1回編んだらピコットを1目ですね。 1.5 ぐらいのピコット、ちょっと大きいかな、はい、調節できますのでこのようにします。はい、そして3センチぐらいのピコット、 1.5 ぐらいのピコット、3つピコットを作りますね。でこちらの方今この目を編んだ状態なので次はこの長いピコットをまた作りますので、はい、目がね詰まってきましたので後ろへ押しやってそして長いピコットを作ります。はい、これは4センチぐらいいりますので2つによって2センチぐらいになるように調節をします。はい、そしたら次はダブルステッチを7編みます。はい、ここに1できていますのでこれが1ですね。2、3、4、5、6、7、よいしょ、はい、7ダブルステッチを編んだら編み目を下の方へこのように押していってそして、リングにしますね。はい、ここのところにつなぎますので全部抜いてしまわずに輪っかになった状態にして下から針を入れます。そして糸を引っ掛けるようにして目をこのように締めていきます。なるほどね。はい、このねピコットが縮まっていきますのでこのようにして整えてあげます。これは長いピコットね。はい、糸を引っ張ってリングを締めますね。こんな感じになります。はい、そしたら一つ結び目を作ります。はい、下から通してそしてこちらを引っ張ってそしてキュッと結ぶようにします。これが2番目になります。はい、次3番目4番目5番目は今と同じものを繰り返していきます。3番だけやっていきますね。はい、1、2とダブルステッチを2回編んだらここ印つけませんでしたけれどここのプツプツとあるのの向こう側の1個2個目手前に2個あった2個目の裏にある目ですね。これとつなぎますのでこのように取ってきてそして針の方に移します。はい、ここの時に印をねつけながらされたらいいと思います。つなぎましたので次は、ダブルステッチを5ですね。1、2、3、4、5。はい、ダブルステッチを5編んだらこの長いピコットとつなぎます。はい、ここに針を、かぎ針を入れて引っ掛けてきてとじ針の方に移します。こんな感じですね。そしてこの目をね下の方へこうずらせながらこんな感じにしていきますね。はい、次ダブルステッチを1編んでそしてこの3つを編みますね。ピコットを3つ作ります。はい、1つちょっと大きめ、2つ、3つ、はい、縮んでいくんですけれどこう引っ張ってあげたら形の方ね整いますのでこのようにしていきます。はい、大きな
ピコットを編みますので、はい、針の方をこう十分にね出してあげて、そして軽くダブルステッチを編んだらこの目を整えますね。はい、ここは2センチぐらいでしたね。はい、ちょっと大きいですね。そしたらちょっと調節します。針にかかっている間はね動かせますし、間違えたらこう抜いたらほどけますので、はい、シャトルでするよりはほどいたりするのも楽だと思います。そしたら、ダブルステッチを7編みますので、これが1、2、3、4、5、6、7ですね。はい、ここの目、次の輪っかとつなぐ場所になります。この時点で印をつけていたら分かりやすいと思います。はい、そしたらリングにします。はい、針をずっと抜いていって、はい、抜き切らずにここをね輪っかになった状態にして糸を引っ掛けて抜いていきます。こんな感じですね。でこの、リングの大きさは最初の大きさとね、同じになるようにした方が仕上がりが綺麗と思います。はい、ちょっと目をね締めてあげて整えてください。はい、そしたら、結び目を一つ作ります。下から引っ掛けてこのようにして結びますね。はい、次ダブルステッチを2編んで今印をつけてる目ですね、こことつないで、はい、この同じことをしていきます。これで3枚目が編めたことになります。4枚目5枚目は今とこれね同じ編み方になりますので、あと2枚、はい、作っていきます。はい、そうしましたらこんな感じで、5枚をね編んできました。これが1枚目、そして2、3、4、5は同じ編み方で、はい、つないで編んできました。最後6枚目をここに、はい、編んでこの部分ですね、これとつなぎます。そして下の部分ですね、ここはピコットを編んでいませんのでつなぐところですけれど、ダブルステッチを斜め編んでいますね。1、2、3、4、5、6、斜め編んでいますので、それの6目目のここにある目ですね、このピコッとなった2つ目、こちらから数えたらこの手前の、ダブルステッチの目の2目目の向こう側のここの目ですね、こことこちら側編み始めはこの2つあるダブルステッチの向こう側のこの目ですね。ちょっとマーカーがついててやりにくいかもしれないんですけれど、このままでやっていきます。はい、今これリングにしたところでこんな感じで、はい、目がねこう緩みがちなのでここ結んでおきます。今までと同じようにこちら側に糸をやって下からすくって、そしてこっちをキュッと引っ張って目を締めて形を整えます。こんな感じですね。そしたら6枚目を編んでいきます。はい、ここに針を当ててダブルステッチを2ですね。1、2、はい、ダブルステッチを2編んだら印をつけたここですね、こことつなぎます。はい、かぎ針を上から入れて糸を引っ掛けてきて、そのままでとじ針の方に移します。はい、こんな感じでつなぎました。次は、ダブルステッチを5目編みますね。1、2、3、4、5、はい、ダブルステッチをここから5目編んで、この、はい、前の、5番目のここの部分ですね、長いピコットとつなぎます。はい、針をこうねなるべくたくさん出すように下の方に押し下げていって、こんな感じにして、そしてこことつなぎます。ピコットの中にかぎ針を入れてこちらへ目を移します。はい、これでつながりましたね。はい、そしたらダブルステッチを1編んでから、はい、先端のピコットを編みます。はい、1.5 ぐらいのピコット、そして3センチぐらいのピコット、そして 1.5 ぐらいのピコットを
編んで、このてっぺんのねこの飾りのピコットを編みます。はい、次は今まではこの長いピコットを編んでいたんですけれど、こことつなぎます。1番目のここのピコットですね、こことつなぎます。はい、このままで、はい、編み目の方を下の方へ下げていって、この状態でやっていきたいと思います。はい、こうグイッとこういう感じにしてこことつなぎますね。こうね、こうあるのをこういう感じで、はい、そしてここに針を入れて取ってきてとじ針の方に移します。はい、これでこの長いピコットとつながりました。はい、そしたら今までと同じようにしますので、ダブルステッチを5目編みます。1、2、3、4、5、ダブルステッチを5目編んだら、次はこことつなぎますね。はい、こんな感じでちょっと無理がありますけれど、はい、編み地の方をこう押し下げていきながらやると、はい、この印のところにこのように近づいてこれますので、このようにして、そしてここの目を取ってこっちへ移します。その時こちら側はリングにしたまま、はい、抜き切らないように気をつけます。はい、マーカーを外してこの目ですね、ここにかぎ針を入れて糸を取ってきてとじ針に移します。はい、残り2目ダブルステッチを編みます。1、2ですね。はい、でここまで編んでこの、はい、最初のところとつなぎますので、はい、目をねずっと抜いていきます。ここは全部ね抜き切ってしまいます。こうですね。はい、ここを抜いて、そしてずっと引っ張っていって、ここですね、ここに下から針を入れて、そして引っ張っていってリングにします。こんな感じですね。はい、これが6枚目になります。はい、そしたらあとはここのところがつながっていないので、ここで一旦結んでから、今までと同じようにですね、今までと同じように結んでから、そして最終はこの1枚目のここの根元のところですね、結び目がありますので、針が入るところでいいと思います。この目でもいいですし、この結び目のところね、この辺り、ここに針を、今こちら側が表になっていますので、表から裏にこのように、はい、糸をね後ろへやります。そして、結ぶ分だけ糸を残したらカットをして、そしてこっちもね後ろにやります。このまま裏へ、はい、こうね後ろへやって、そして糸端同士を結びます。固くね結んでおきます。そして5ミリぐらいですね、5ミリぐらい残してカットをします。こんな感じです。そしたらスワン糸のこの切り口のね始末をしていきます。ライターでこの先端をね炙るようにします。3秒ぐらい当てて、そしてこうギュッとね押さえておきます。はい、こちらの方も2、3、はい、そして、はい、こんな感じで糸始末をします。そしたら編み目の方をね整えていきます。今こんな風になっていますので、ピコットをきっちりね出してあげます。この先端のピコットね、大きめのピコット、そしてこれとこれとは同じぐらいの大きさに、はい、揃えてあげますね。はい、こんな感じで先端部分をきれいにねピコットを出してあげます。そして次にこの長いピコットがありましたね、こちらの部分、これがこことこうぐるんとつながっていますので、こうねこれとこれがつながっていますので、この形をね整えてあげます。外側が少し長くなるようにした方がいいかなと思います。こういう感じで下がこうビヨッとなっていたりしていますので、上を引っ張ってあげて形を整えてあげたらいいかなと思います。
はい、こんな感じで形を整えてあげます。はい、外側にねこう輪郭があるのも、はい、可愛いと思います。今回はねなぜこれをしたかっていうことなんですけれど、ここのつなぐところですね、ここにピコットを作らないでつなぎました。それはスワン糸の特徴っていうこともあるんですけれど、わざわざピコットを作らなくてもこの裏面ですね、ここにスッと針が通りますので、ピコットを作らなくても形が取れるのを参考にしていただきたいなと思って、雪の結晶ね、これの編み方で紹介しました。次回にですねこちらをね作ろうかなと思っています。こんな感じのクリスマスツリーですね、これを作ろうかなと思っています。その時にもこれとこれとここでつながっているんですけれど、その時にピコットを作らずにつないでいます。こういうところね、ここの部分もピコットを作らずにつないでいます。その方がすっきりするかなと思ってこんな感じにしています。はい、ところどころねビーズを入れながら三角形をつないで編んでいます。こちらは、スワン糸の、グリーン系を3色使っています。これですね。そしてここの部分はこれ茶色なんですけれど、こちらねこんな感じで、はい、作ってみました。次回もまた楽しみにしてください。はい、今回は、スワン糸を使って雪の結晶2年前に作ったこちらを少しアレンジして輪郭を作った雪の結晶を作ってみました。よかったら参考にして編んでみてください。はい、ありがとうございました。